皆さん、アロハ。皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウラタイムズです。よ第21回目です。よやらないな21回目はい、今日もメインパーソナリティを務めますしおりです。はい、メインパーソナリティ務めます和也です。よろしくお願いします。いや、前回は20回目、はい、20回目ですね。佐藤明先生も来ていただいて、はい、よかったですね。めちゃくちゃ良かったですね。なんかすごい最大公約数って言葉がすごい私的にはなんかロマンチックに聞こえてめっちゃいいなと思ってたんですけど、後々聞いたらっていうの言っていい？どうぞ最大公約数の意味知らなかったんでそうなんですよ。ちょっとちょっとは分かってたね。小学生ですよ。小学生か。そうか。いや、高校で勉強しなかったからなって言い訳にそうなんだけど小学生か。多分小学校6年生とか5年生とかのレベルじゃないですかね。あ、そうなんだね。そっか。小学校5、6年生までは結構頭良かったんだけどなはいということですねまあでも話の流れからね、そうまあそうですかって聞いたんですよねはい。皆さんぜひまだ見てない方はぜひ第20回目の佐藤明先生の回ぜひぜひチェックしてください。はいということで、はい、今日はですね21回目はもうスペシャルゲストそうなんですよ来ていただいております。もう本当にね、彼を呼びたかった、そしてなかなか今彼の状況的にね呼べるかどうかっていうところだったんだけれども、コロナのことがあって、今回この撮影をすることができるという、逆にね、はい、コロナ禍のあっての恵みですね。はい、その理由もねゲストを紹介してからちょっとお話ししようと思いますけれども、早速ゲストをお迎えしたいと思います。今日はですねめっちゃ嬉しいと思ってめっちゃ嬉しいと思ってた。すごい感動しちゃう。感動しちゃいましたね。泣きそうじゃないですか。ちょっと泣きそう嬉しいな。やばいそうそれなかったね。びっくりしちゃった。今自分でびっくりしちゃった。びっくりしちゃった。びっくりした。嬉しいと思って。笑っちゃいけないのかもしれないけど、うちの逆に笑いで涙出てきた。オッケー。はい。じゃあお迎えしたいと思います。今日のゲストはですね、浅井俊樹くんでございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。出にくい感じにね。出にくいの本当。涙を持ってのお出迎えで。はい。じゃあプロフィール紹介をお願いします。はい、皆さんね簡単に俊樹のプロフィール紹介をしたいと思いますけれども、今年齢はもう30？今年で33になりました。今年で33ですよ。そうなんだ。ね、お互いあったのは20代でしたけどね。で20代の時に、ニューホープ横浜に来て、そしてその当時ねやっていたニューホープ湘南に来て、そこで、イエス様を受け入れてクリスチャンとなって、そしてその後ですね就職活動などをしながら、その中でいろんな、これからも話しますけれども、いろんな思いがあって、アフリカのね方までマラウイの方まで、ボランティアで、マラウイ、はい、行ってで、そしてまたそこで取り扱いがあって、進学校にねその後韓国の進学校の方に行くんですけれども、卒業後に今はインドネシアの方で宣教師をしております。はい、なかなかね、日本で海外から来る宣教師の方はねお迎えすることは多いですけれども、実際日本から他の国に行って宣教師としてね働いてる人っていうのはなかなかいないんですけれども、確かにそうですね。はいね、そんな俊樹を迎えて、あまり僕がね細かく言うよりもそうですね、本人からぜひお話を聞きたいので、そういったいろんなねこの救われてからまた今に至るまでの話を織り交ぜながら、今どのように宣教師としてインドネシアので活動しているかなどを今日は聞きたいと、思っております。よろしくお願いします。もうね、ザ誠実な、もう優しくて、もう笑顔がから溢れ出てる。そうなのよ。そう、この間ラウレアタイムズで話したかな、僕のお休みの時にね、いろんなそのお休みのプランを話したね。そうだ、温泉ね。そうしてくれて、温泉に連れて行ってくれたり、景色の綺麗なカフェに連れて行ってくれたり、今でもねそういうおもてなしの心とかね、友達に対して本当に愛とね思いやりを捧げてくれるような、まさにその方ですもんね。プランナー、温泉プランナー。ね、そしてこんないい男はね
誰と結婚するんだろうと思ったらね、今年ご結婚もなさいました。おめでとうございます。おめでとうございますつい先日ですよね。7月におねめでとうございます。また奥様も素敵でね本当にね。まあそんなとしきを今日はお迎えしているわけですけれども、まずはね、救われたのが大学生の時代ということなんだけれども、まあ、ざっくりどういう経緯でね、もともと教会には来たの？そうですね、もともと自分の家族はノンクリスチャンで、父と母とあと弟が一人いるんですけど、僕が大学2年生の時かな、その時に、母親が家に帰ってきて、今日私クリスチャン洗礼を受けてクリスチャンになったと家に帰ってきてお母さんがで、そんなクリスチャンになるってこともよくわからん。でもその話をよくよく、聞くと、母親なりに本当に真理っていうものをずっと求め続けていろんな勉強をして、である牧師先生の教会に行ってメッセージを聞く機会があって、その時にこの人のうちにあるものが私にも欲しいって言って、その日に、信仰告白をして、でそれで、その日に洗礼も受けさせていただいて、鳥肌で家に帰ってきた。もちろん父親もそのことを了承してくれたんですけれども、そういう形でうちの家族に、福音の種がまかれて、でその母親が、僕と、弟の元木を初めて教会に連れてってくれたのがニューホープ横浜。そうだ、お母さんはニューホープ横浜ではじゃなかったんですけど、朝先生。そうですね、でそれで教会に初めて連れてってくれたのが大学僕が2年の時かな、でそれでその日に、弟である元木がもう礼拝の最後、その時の牧師先生が礼拝の信仰の招きをしてくれて、で弟が目を開けたら弟手を挙げてて、みたいな「いや分からん」ってでなんかみんなに祈られてよかったねみたいな、何が起きてるんだ。でも横浜のそれこそ和也とか他の人たちがすごくウェルカムしてくれて、なんかそんなに人からウェルカムされた経験がなくって、その自分と知り合えることをこんなに喜んでくれるって、やっぱその礼拝のメッセージははっきり言って全然分かんなかったんだけど、でもやっぱりその横浜の人たちの本当にそのケア愛をすごく感じて、でその印象があって、でニューホープ湘南が僕は実家茅ヶ崎なんですけど、で藤沢の名店ビルで始まったっていうのを聞いて、近くなったから行きやすくなったから行こうって行き始めたっていうのが大学3年の時、ちょうど大学3年って就職活動の頃じゃないですか。やっぱり自己分析すると、自分のいいところとかパッションとか書きながらもなんか自分のコンプレックス弱さみたいなものも自己分析をする中で見なきゃいけなくて、昔から人に弱さを見せるとか笑われるとか、なんかそういうことに対してすごく恥を感じてて、弱さっていうのはなんか一生抱え続けて隠し続けなきゃいけないものなのかなってすごく感じてて、その生き方自体すごく嫌だなってずっと感じながら就職活動していく中で、その、湘南で語られたその日のメッセージが、神様はその弱さっていうものを通して神様ご自身を表してくださる。でその弱さっていうものもあなたの一部であって、その弱さを通して神様の恵みがその人生にその人を通して表されていくんだよっていうメッセージ聞いた時に、弱さってただマイナスのものとしてなんか隠し続けるものじゃなくて、神様の前に持ってって祈る時にその弱さを通して神様ご自身が自分に良いものを働かせてくださるって、そういう神様だったら自分信じたいで、やっぱりその就職活動の時に向き合ってたその自分の中での苦しみだったりとか葛藤の中でその神様を信じたいっていうそのメッセージの応答として海の日に洗礼を受けて、海で洗礼を授けてもらって、でそれで自分がクリスチャンになって、でその数ヶ月後に今度父親が、別の教会なんですけど導かれて
で1年のうちに、自分の救いも今沸かさせていただいてるんですけど、でも本当にこの家族っていうところに神様がこう救いを与えてくれて、こう今その歩みがあるっていうことをすごくこうその恵みをすごく思い返します。はい、大学で就職活動をして、でその後は今度はボランティアにねアフリカに行ったけど、そこまではこうどういう形で？そうですね、クリスチャンになって、就職活動を普通にして、自分のこのもう思い描く理想の未来、将来っていうのは、家族があったかい家族がいて、で週末は子供とかどっかに休日出かけて、で、自分も好きな仕事をしながらみたいな、そういうのを描いてて、自分の好きなもの何かなって思った時に、こう大学の時に結構旅行も好きだったんだけど、特にこうボランティア旅行みたいなものに参加するきっかけがあって、こうインドのマザー・テレサの施設だったりとか、タイの山岳民族のボランティアに行ったりする中で、すごくなんか自分の人生の捉え方が広がったっていうことをすごくこう感じて、自分もそういう、旅行だったり機会を提供できるような仕事をつくのもいいかなと思って、旅行会社だったりとか、それこそJICA だったりそういうものを受けている中で、すごくこうきっかけとなった出来事が、あるこう旅行会社の、最終面接で社長と1対1で、それ終わった後にこれ受かったかなって自分の中で思ってたんだけど、でも結果はそれ落ちたと。でもこうその中で、その落とされた理由って普通はね言ってくれないけれども、そこはインターンでお世話になってるところだったから、特別に教えてくれて、内緒でその内容が浅井さんのそのパッションっていうのはすごく伝わってくるんですけれども、多分浅井さんのパッションはボランティア旅行を作ることじゃなくて、多分ボランティアそのものにあると思うんです。なので多分このうちに来てもそのパッションを生かすことができないかなっていうことを思ったっていうこう聞いてくれて、自分の中でその安定とか、もともと石橋叩いて渡る性格なので、こうなんかこうやっぱ安定とか約束っていうもの、さっきの将来像を描いてたタイプの私が、でもボランティアに本当に自分の人生をかけたいと自分は思うものなのかどうかっていうのはやっぱり参加しないと分かんないから、やっぱり一歩踏み出さなきゃいけないっていうのをすごく思わされて、その葛藤があったんですけど、自分の信仰もまだクリスチャンになって数ヶ月半年で幼かったので、でもその幼い信仰なりにでも本当に後悔しない人生を歩みたいっていう、その自分に与えられたその思いに正直にっていう、そういう幼い信仰なりに一歩踏み出して就職活動を打ち切って、でそれで海外のボランティアプログラムに1年半参加するっていう決断をして、それで参加することになりました。そんな形でねマラウイの方に、またアメリカの本土もそうだけど、マラウイの、方のアフリカに行ってボランティアをしてたってことなんだけど、そこでの経験っていうのはどんな感じでした？そこでの経験はまずアフリカの生活が本当に楽しいってすごくこう思って、ボランティア活動で行って日中は村まで自転車で1時間ぐらいかけて凸凹道を、もうそれだけでもう足腰変わっちゃうぐらい本当にでもすごくそういう運動にもなりながら、そういう村を回りながら、特に自分はこうもともと農業のプロジェクトで行ってたんだけど、でもなんか結構融通の利くプログラムだったので、自分がこう、本当にしたい思いっていうのは自然とその時に教育とつながってたんだなって後で振り返ると思ったんだけど、こうマラウイの小学校はみんな無料で学校に行ける。でも中学校がセカンダリーのレベルからはこうお金払わないと学校行けないっていう、その多分経済的なバウンダリーが障害があって、こう村に行くと結構ね、若い10代の中高生たちが結構たむろしてて、こう溜まってるようなで、そういうのを見てお金がないから学校に行けない、そういう子たちを見て、そういう村で何かこう自分が別に、できることで限られるけど、でもそういう子たちが集まって何か学ぶことだったり、何かしらの形で学ぶっていう時間を持ちたいなって思って、で4つぐらい、村を回ってそういうユースグループみたいなのを作って、で、そこでいろんな、健康のことだったりとか、将来の夢を抱くっていうことすら、考えたこともないような、そのやっぱり現状が現状だから、で夢を描くってどういうことなのかとかで、自分たちで自立していくためにじゃあこう自分が、
募った募金を使ってこうフルーツの苗っていうのを何十個も買ってでそれをみんなでどうやって育てるかそれを育てたできたのお金で何かこう例えばその共同のサッカーボールを買うとかなんかそういうこうユースに向けたプログラムっていうのをこうする中ですごくそれは楽しかったんだけどでもなんかその生活に自分が馴染んでいく中で、お昼ご飯12時になると普通ね家だったら家族で食べるみたいなそれは当たり前なんだけど村行くと村全員集まってくるみたいな村全員集まって一緒にご飯食べるみたいないやそんなことあるみたいなでもなんかすごくそれが多分日常であったかくて食べるものもすごく限られてるけどそれをみんなでつまみながらそうこう交わってるこの姿を見ながらすごくあったかくなってすごくこうそれを楽しんでるというか、その姿を見た時に自分はこう日本という国から来てすごくこう生活水準も高くて、でもこの自殺者っていうその数もすごく大きくてその中で本当の幸せっていうのはたとえ自分がいろんな活動をして日本ぐらいアフリカが生活水準上がったとしても必ずしも幸せっていうのは直結しないものだなっていうのはすごく思わされた時に自分が本当にしたいことは何なんだろうってすごくこう思わされてでその結果すごく思いとして与えられたのが結局自分は永遠の命を与えるイエス様ご自身を伝えていきたいっていうことに自分のパッションがあるんだっていうことをすごくこう気づかされた逆にノンクリスチャンの活動だったからこそだったのでそのアフリカの時間を通して本当にイエス様のことを直接的に伝えていくそういうことに自分の人生を使っていきたいなっていう確信が与えられたのはアフリカのそのボランティアの期間を通して与えられた感じでした。じゃあそこでこう自分の人生の考え方っていうのを変えられて、でまたこれから何のために生きていくかっていうことの思いが与えられて、そして帰国してからは、今度は、大和の進学校の方に行ったっていうふうに言ったんだけれども、そうマラウイに行ってイエス様を伝えたいって思いがこう与えられたんだけどでも聖書全然勉強したことなくて聖書知らないのに伝えられないよねみたいなじゃあ聖書学ばなきゃって思ってで自分の親が大和の教会に行ってたのでそこに信徒向けの進学校があるっていう話を聞いてじゃあそこに行ってまずこう聖書その次のステップも全然分かんなかったからとりあえず聖書を学びたいから学びに行こうって言ってでそこの大和の進学校でこう学ぶ中で本当になんかこう目から鱗じゃないけど聖書を学ぶってその時代背景からこうこの時のこの言葉はこういう意味がこの人たちにあったんだっていうか初めてこう理解できるとか本当にこう、賛美の時間に本当にこう神様に触れられたりとかなんかそういう中で本当に御言葉がそこにあって神様を個人的に体験していくっていうのすごく楽しくてもっと御言葉をこれ学びたいなってすごく思わされてで自分のこう、クリスチャンになってすぐ与えられてた思いっていうのがこう多様性の中の一致って言うとあれだけどこうなんかいろんなバックグラウンドが違う人たちが一緒に賛美するときにそこにこう降りてくる一致みたいなもともとニューホープでもすごく賛美がすごい好きでその喜びっていうのは自分の中で特別にあっていろんな人たちが国の人たちが賛美を捧げるときにそこにこう神様がイエス様だけが与えることのできる一致っていうのを自分はもっとなんかそこを体験してそういう働きをしたいなっていうのは思ってたのでじゃあ聖書を学ぶ時も日本語で学ぶのもいいけど英語で学ぶ場所があって自分も入れるようなところがあったらいいなってすごくその時にすごく思わされてでそれでその聖書のもっと学びたいっていう思いをその大和で受けたそういう期間がありました。でそこから今度はどういうきっかけで次のステップにそうだねそうでその英語で、学べる場所っていう中でその、大和の教会から韓国のその進学校東司トリニティっていうその進学校に行ってる先輩が何人かいてじゃあ一回見学に行くのはどうかなと思って、でそれで見学に行く。ついでにというか、韓国でその正会があって祈りの山っていうのがね韓国にはたくさんあって、すごく大きい祈りの祈祷院だったんだけどそこに1週間
行って毎日メッセージを聞きながら、個人的に祈る時間を持てるようなそういう環境が整っている場所で、そこに母親と一緒に行って、で最終日になって、自分の中ですごくまだ葛藤があって、もし本当に進学校に行くってなった時に、でも進学校ってやっぱり牧師になる人が行くとか宣教師になる人が行く場所だと自分はずっと思ってたし、そのコーリングがないのにそういう場所に行って学ぶってことにすごく抵抗があったし、あと聖書日本語でもちゃんと学んだことないのに果たして英語で学べるのかみたいな、いや落第するんじゃないかみたいな、もうそれとかそれ卒業した後どういう道につながっていくのかっていうのも全然わかんないから、その先の職業的な安定とかどうなるんだろうみたいな不安ばっかりが押し寄せてきて、すごく苦しくて、でもそのことを神様に告白しながら、で最終日にその場所でメッセージをしてた牧師先生がで、みんなそこのメッセージを聞いてると、すごく大きなホールで何百人もいる。で自分が聞いてる中でふとすごい大きな声、轟のような声だったんだけど、すごく重くてあったかい声で、その声がとしき私を愛しなさい、私が与える人に尽くしなさい、そうしたらそれらの今言った全てを私が備えてあげるからっていう声が聞こえて、もう本当にその声しか聞こえない。でその声を聞いた時に自分はみたいな、今の声何みたいな。で周り見るけど、もちろんみんなはその主任牧師先生のメッセージ聞いてるで自分はその時に今の神様だったんだっていうのを気づいた時に、もううわーって泣けて、でも神様が自分に求めているものが立派な宣教師とか牧師になることでもなく、英語でちゃんと勉強成績取れることを求めているわけでもなく、そういうことじゃなくって、自分の今あるところで神様を愛する、で神様が自分に送ってくれた人を愛する、そのコーリング、そのことを神様が僕に願ってるんだったら、僕はあなたに従っていきたいです。でその時に応答して、でそこで神様がその自分に与えたコーリングがそこの時に与えられて、でその応答としてじゃあ進学校に学びに行こうっていう自分の中でも確信と平安が与えられて、でそれで申し込んで、じゃあそこから韓国のトーチトリニティっていう進学校にね、行って、そこではどんな生活を過ごしてたのかな。3年間はすごく充実してて、英語がもうちょっと苦手に感じるような人たちがその学びを通して、神様の御言葉のことを学びながら英語も上達して、卒業する頃には英語で神様のことを伝えていけるような場所が、韓国に必要だっていう思いの中から生まれたところだったから、特にアジア圏の宣教っていうのはすごく思いのある学校で、いろんなバックグラウンドを持った人たちが来てて、すごくその出会いがすごく楽しかったかな。その学校で生徒会やらせてもらったりとか、あと寮長さんは韓国人しかもう過去、何十年もなかったようなポジションに まさかあてがわれてしまってもういろんな国の人が来る寮長大変なんだね本当にね。もうなんかもうコンコンもしないで部屋入っちゃうとかもなんか国によってはね当たり前だし、でそういうカルチャーショックとかもいろいろそこで学んだっていう場所でもあったのかもしれないけれども、そういう場所があって、でワーシップももちろん好きだったから、本当に進学校でね、本当に教会でリードしているような人たちと自分も一緒にそこの輪に入ってワーシップを一緒にチームとして捧げたり、だから本当にそういう中で神様が頭の学びだけじゃなくて、自分を、将来どういう道に自分を導くか分かんなかったけど、でも神様がそういう機会をくださったのを一つ一つありがとうございますって受け取って、その機会を用いて神様が訓練というか、育ててくれたんだなっていうのをすごく感じた3年間で、すごくいい時間でした。
その時にはきっとインドネシアに宣教師としてね、行くことになるっていうのは多分考えてなかったと思うんだけど、不思議な形で備えがあったっていうことだと思うんだよね。でそこからなぜね、最初ほらコーリングの時にね、特に宣教師になるっていうとね、まくってことですもんね。ただ行きなさいっていうか、行くって受け取って行ったトリニティに行ったってことなんですけど、そこからどうなったんですかね。はい、ありがとうございますもうナイスそうだね、今振り返ると、まあその進学校時代もそうだけど、クリスチャンになっても半年ぐらいの時にあるこうビジョン、夢を見て夜、その時別に夢とかビジョンとか別に何の意味があるとか信じたわけじゃなかったんだけど、ででもビジョンがすごく特別で、自分がこう、東南アジアのどっかの国で孤児院を自分が持ってて、で、東南アジアの顔をしたようなちっちゃい子たちがたくさんこういるようなところにいて、でその中のこう子供がトコトコってきて、で大変だよって、同僚の誰々さんが今倒れてるからすぐ来てみたいな感じでこうビジョンの中で呼ばれて、でそれでトタトタって言ったらこう倒れてて、もう全然こううつ伏せになって、でその人を見て自分が何をしたかっていうと、ひざまずいてその人の手を握ってただ天を仰いで泣いて祈った、助けてくださいみたいな。でその、祈ってる時にこう本当になんていうのかな、神様の電流みたいなこう滝のような神様の力がブワーって上から来て、その手を通してその人に流れていったような、でそれがしばらくこう自分でコントロールできないような、そういうこう神様の力が流れていって、パッて目上げたら自分ひざまずいて祈ってたままの体勢だったんだけど、その人も立ち上がってて、でその人が一言なんか英語で夢見るってのはおかしい、その時はおかしかったんだけど、Did you feel God? ってその人が言って、Yes I did って言ったらニコッと笑って、なんか何事もなかったかのように仕事に戻っていったみたいな不思議なビジョンがあって、でパッと夜中の3時くらいに起きて、なんかただの夢だったら夢なんだけど、もうそのなんていうのかな、電流みたいなものがその感覚として残ってて、ただの夢じゃないんだと思ってっていうのがこうずっと残ってて、でも別にそういうことなんか神様にこれ語られたからもうこれがなるみたいな、そういう信仰も全然なかったし、簡単に忘れてて、でもなんか振り返ると自分は忘れてても神様がそっちの方向に導いててくれたなっていうのをすごくこう、感じる伏線があって、で進学校時代のその3年間の最後卒業の1ヶ月前に自分はその後どうするか全然分からなかったんだけど、教育っていうところにすごく思いがもともと興味があったというか、だから次世代の子たちとより近く関係を持てる場所どこかなって思った時に学校かなってすごく思って、で実はその、3年間のマスターのトラックがいくつかあって、それがクリスチャンスクールエデュケーション、教師として働けるようなライセンスももらえるような、そういうプログラムでもあって、でだから、日本に帰ったらクリスチャンスクール探してどっか導かれたところで使いながらでも経験を積んで、神様がもし宣教師みたいにねまた海外に行くような導きを与えてくれたら、宣教訓練みたいなのがあって、いずれ行くのかなみたいな、それぐらい考えてて、そしたら数ヶ月前に弟の元木から、連絡があって、その頃クリスチャンのメディア関係のところで仕事をしてて、でタイのカンファレンスに参加した時になんかこう一人韓国人の宣教師の方のそのプレゼンテーションにすごくこう思わされて、トシ君のこと思ったんだよねみたいな。でその人に話しに行って、そうしたらその人がシェアしてくれた内容が、いや実は今インドネシアでこう教育の働きを宣教してるんだけど、今こうある人を祈ってて、この数年間祈ってて、その人はそこ日本人が多い地域だから日本人のクリスチャンで宣教に思いがあって、そのインドネシアっていう海外宣教に思いがあって、でその教育っていうそのフィールドで使えてくれる。であとは、韓国人の宣教師のファミリーが集まって一緒に立て上げてる宣教の働きだから、韓国のその文化とか韓国人のそのやり取りがこうできるような、そういう人を
祈って探してるんだけど誰か、知らないかなみたいなこと言われて、弟が一人知ってますって言ってそれで兄である自分につなげてくれて、でその先生はすごくこう、世界中飛び回ってる先生で自分が韓国で勉強してる時に韓国に一回こうトランジットで空港に、数時間あるっていう時に自分がそこまで会いに行って、でその先生と話す中で本当にその先生の見てるビジョンっていうものを自分もこう一緒に見たいなっていう、そのすごくこうその人柄もそうだし神様がその人に与えられているビジョン、それにすごく燃やされて、でその場所に卒業して日本に帰ってくる前にインドネシア訪問して数週間2週間ぐらいかな、でそこを見た時に自分もここに来たいって確信と平安もらって、でそれでそうインドネシアに行くっていうことがこう自分の中で決まって、でちょっとちっちゃなことだともともとインドネシアその学校にインドネシア人が結構いて、でなんか不思議ってすごくインドネシア人いいなみたいななんか友達もなんかすごくこう関わりやすいっていうかいろんな国の人いいんだけど、でもなんかインドネシアなんかすごくこうなんていうのかな、自然に日本人まるで日本人と話してるかのようなこのフィット感っていうか感覚があって、で2年生の時に寮長さんにインドネシア人のルームメイト欲しいんだけどって言って、でインドネシア人のルームメイトで1年自分は過ごしてたとか、実は自分の誕生日が8月17なんだけど、その日がまさかのインドネシアの独立記念日で、インドネシア中がインドネシアの誕生日を祝うわけだよね。でその時に自分も祝ってもらうみたいな一緒に祝えるみたいな、そういうことだったりとか、自分の見た目も結構お気づきの通り日本人触れなかったけどとか言って飛行機乗るとインドネシア航空乗る機会があるから必ずインドネシア他の周りの日本人っぽい人は日本語で話しかけられるのに自分はインドネシアみたいなだからこう神様がこうデザインしたっていうのもこうつながってたんだなとか振り返ると結構なんかいろんなところの神様面白いなと思うところがあって、でもそういうこう導きがあってそういうふうにしてインドネシアに行くっていう道が開かれた不思議な導きでした。そうだったんですね。へえすごい素敵ね、やばいよね伏線回収がすごいワンピース読んでるみたいな感じで本当だよね。いや聖書って言えよそこはって感じですけどね、すいません。いや神様すごいよね。いや本当に伏線があるよね、気づかなくてもね。ここに行きたいなってすごいこのインドネシアのところの宣教に行きたいなって思うこうなんか特別なきっかけみたいな感じなんかありました。そうだね。なんだろうな、いろんな国の人と一つのものを立て上げていきたいっていうそこにすごく特別ななんていうの神様の素晴らしさがあるっていうのは前もさっきも話した通り、だからそのこう、あり方っていうのもすごくあったし、その韓国人、歴史的にもいろいろある中で、韓国人日本人がそこに一緒にやってるっていうだけでいや感動だよね。そんなことあるなんで、みたいなとかで、インドネシアと日本もね日本が占領してたような歴史もあったりする中で、でもすごくインドネシア人で日本人に心開いてくれてるんだけど、でもなんかそういういろんな歴史的なバックグラウンドありながら共に宣教していく。で、それがインドネシアだけじゃなくてこうアジアにも広がっていって、インドネシアイスラムのね国で唯一リバイバルを体験したっていうクリスチャンがすごく今増えて多い、そういう国でやがてこうそういう場所にも宣教師としてやがて派遣していけるようなポテンシャルを持ってたりとか、なんかそういういろんなこうものピクチャーを見た時にすごくいろんなポテンシャルがあって神様がここにすごく特別な計画を持ってるんじゃないかなっていう。でそこに日本人もトヨタとかホンダとかもう車関係の工場ブワーってできてて日本食のレストランもあるような街に自分は今いるんだけど、だから日本人にも一緒にこう届いていけるっていうのもすごくこうなんていうのかな、そのポテンシャルも感じて、神様がこの機会を与えてくださって一歩踏み出してそこに今携わらせてもらって4年間4年間経ちました。そう奥様とね、出会ったのはインドネシアで出会って、で結婚するために、今回日本に
戻ってきてるけど、多分本当はもっと短かったんだよね、滞在はね。そうだね、多分この9月には向こうに戻る予定だったのかな。でもまあいろんなこのコロナの状況だったりとか、まあ、ビザのプロセスだったりの必要なところで時間かかって、でもこの時間が結果的に本当に与えられた時間だなと思って、まあ、こういう機会もそうだし、彼女と時間を過ごしながら働く前にいろいろ祈りながら準備をするっていうその時間が与えられたっていうのはすごく神様が与えてくださった特別な時間だなと思って、楽しんでおります。いや本当に感謝で今日来てくれて本当嬉しかったんだけども、今の年だけ見るとね、やっぱり宣教師とかそういう大学ちゃんとしたね、外国の英語の勉強するような大学行くのはこういう人なんだなって思っちゃうと思うんだよね。でも実はトシキにはそういうバックグラウンドがあって、たくさんストーリーがあって、でそこでトシキがその時できた信仰を捧げることができたっていうのがつながってると思うよね。なんかすごい本当証聞いて、なんか改めて神様が本当にあなたはこことこういうバックグラウンド取ってこんぐらい学びもしてこれぐらいできるから、そこに呼ぶとかじゃなくて、本当に神様私たちを作る前、作る時に計画を持って目的を持ってビジョンを持って本当にもう本当は赤ちゃんの時から、そうやって選んでくださってたんだなっていうのをなんかすごい私自身も励まされました。ね、だから今日僕たち自身も、そして見てる人たちもね、神様に呼んでくれてる、選んでくれてると思うから、それがそれぞれのねどういう目的なのか、どこに導かれてるか分かんないけど、でも今日いっぱい伏線回収を見たけどね、今日神様に言うことが自分ができる精一杯のイエスっていう信仰の決断が、実は将来の神様の僕たちが思いも描くことがなかったような大きな計画のために備えられてるっていうのをものすごく今日励まされたし、皆さんがねそれを励ましとしてね受け取れたらいいなって思ってますね。11月に、インドネシアにねこれから奥様と一緒に行って向こうで宣教師として教育だったりとかね次世代に向けた働きに携わっていくと聞いてるんだけれども、今後のねやっぱトシキの働きっていうのをきっと僕もそうだし皆さんもね知りたいけど、その後どうなったのかって知りたいと思うんだけど、それを知れる方法とかっていうのはあるかな、何か知れる方法は、今はニュースレターを、数ヶ月に1回書いてるので、もしよろしかったら連絡先私の E メールに連絡とか、Facebook でもメッセージ、気軽にくださったら喜んでニュースレターだったりとか向こうのアップデートさせていただくので、わかりました。よろしくお願いします。メールします。概要欄の方にねそうですね、概要欄の方にメールアドレスと、でまた Facebook のねアカウントが載せられるかなと思うので、皆さんぜひそちらの方からね、これから神様はどういう働きをトシキを、そしてまたね奥様とね、今トシキが働いているその宣教のねチームを通してねなされるか一緒に見ていけたら嬉しいですね。でまたもしね自分はインドネシアに行くことはできないけれども、でも自分も何か祈りを通してだったりとか、また経済的なねところも通してもサポートしたい方いたら、ニュースレターとかにもそういうサポート先とかも書いて、書かせてもらってます。じゃあもしそういう人がいたら、ぜひ自分もそこに行くことはできないけれども、でも心一つにしてねその宣教の働きに加わることができたらいいんじゃないかなと、思います。いやでもね本当にね今回このコロナがあって一緒に時間を過ごすことができてね、本当に個人的に嬉しくて、でもう実際10月もねちょっとね一緒に遊んでいく。温泉ですかまた。どこ行こうかね。ないですけどね。プランナーにお任せしてください。そうですね。いや次はね和也がプランニングして。そうしましょうか。いいですね。じゃあいっぱいたくさん怖がってる。いっぱい伏線を張り巡らせて。気づかれなかったらこれ見て何か感じない？そういう感じでちょっとね楽しい。じゃあ考えます。はい、というわけで今日はね、ゲストに、
再都市期を迎えてお送りしてきましたけれども、まだまだねいっぱいいろんな話聞きたいんだけれども、そうお時間ということで。そうですね、はい、そうなんですよね。でもねさっきも言ったようにニュースレターとかを通してね、これからの都市期の働きも見れますので。バックナンバーとかありますか？バックナンバーって、今までのニュースレターも読めるみたいな。でも送らせてもらうことはできます。本当ですか？はい、じゃあ皆さんぜひぜひメールしてください。はい、お待ちしております。じゃあ終わる前にちょっと一個質問なんですけど、なんか God bless you って、インドネシア語でなんて言うんですか？インドネシア語はTuhan memberkati。あれがね、負け舌入るね。memberkati。Tuhan が神様。memberkati が祝福。bless you。Tuhan memberkati。じゃあ今日はそれで。そうだね。バイバイはバイバイ。バイバイ。次回の放送は10月の13日水曜日夜7時ぐらい。はい、7時に、はい、また YouTube にアップされてますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。ということで、じゃあトゥハーンって言ってもらっていいですか？はい、わかりました。いきます。ムンブラカッシーでいい。カッティーで皆さんもご一緒にね、ぜひ。ムンブラカッティー。いきますよ。トゥハンムンブラカッティー。バイバイ。すごいいいねこれ。なんかいろんな言語でやっていきたい。そうね、広がりをね。イエーイ。ありがとうございました。ありがとう。